ゆっくり解説。日本映画の手法。伝説の大女優高峰秀子の魂を揺さぶる不滅の傑作ベスト10。ねえマリサ、今日は日本映画の手法とも呼ばれる、すごい女優さんを特集するって聞いたわ。高峰秀子さんっていう方よね？その通りだぜ、レイム。高峰秀子さんは、なんと5歳で子役としてデビューしてから、引退するまでの半世紀、戦前も戦後もずっと日本の映画界のトップを走り続けた。まさに、伝説の大女優なんだ。5歳から半世紀、想像もつかないわ。デコちゃんっていう愛称で、国民的な人気者だったって聞いたことがあるわ。ああ、しかも、ただの人気者ってだけじゃないぜ。木下圭介や成瀬幹雄といった日本映画史に名を残す巨匠たちに愛され、喜劇からシリアスな悲劇まで、どんな役でも完璧に演じ分けたんだ。その演技の幅広さから、百変化とも言われたくらいで、今見ても鳥肌ものなんだぜ。今回は、そんな彼女の魂を揺さぶる不滅の傑作を、ランキング形式で紹介していくのさ。第10位。衝動殺人。息子よ。1979年。いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位はどんな作品なのかしら？まず第10位にランクインしたのは、木下圭介監督の1979年公開の衝動殺人息子よだ。この作品はな、5歳から半世紀も映画界のトップを走り続けた高峰秀子の最後の劇場出演作なんだぜ。いきなり最後の作品。それはすごく重要な作品じゃない。一体どんな役を演じたの？この映画は、実話を元にした社会派ドラマでな、若山富三郎さん演じる夫と共に、突然通り魔に一人息子を殺されてしまう母親幸恵という、とてつもなく過酷な役どころなんだ。聞いているだけで胸が張り裂けそう。最愛の子供を理不尽に奪われるなんて、悲しすぎるわ。しかも当時の法律では、こうした犯罪の被害者遺族には何の保証もなかったんだ。息子は殺されそんな理不尽な現実に直面した夫婦が、法律そのものを変えようと立ち上がる。高峰さんが演じた幸恵はな、ただ悲しむだけじゃない。夫の活動を献身的に支え、夫が緑内障で視力を失いそうになると、その手を引いて全国を一緒に旅するんだ。その気丈な姿が、見る者の胸を強く打つのぜ。そして何よりすごいのは、この映画が公開された翌年に、犯罪被害者等給付金支給法が制定されて、映画が世論を動かし、社会を変えるきっかけの一つになったと言われていることなんだ。映画が、法律を動かしたの。すごい話ね。ただの物語じゃなくて、本当に人の心を動かして、社会に影響を与えた作品なのね。その通りだぜ。女優人生の集大成として、社会に大きな一石を投じた魂の演技。まさにランキングの幕開けにふさわしい、伝説の一本と言えるだろうな。第9位。銀座カンカン娘。1949年。第9位は何かしら？さっきの作品とは雰囲気がガラッと変わりそうね。その通りだぜ。第9位は、1949年公開の銀座カンカン娘。まだ敗戦の傷跡が色濃く残る時代に、日本中をパッと明るく照らした、伝説的なミュージカルコメディなんだ。ミュージカル、終戦からまだ4年しか経っていないのに、そんなに陽気な映画が作られたのね。なんだか意外だわ。そこがこの映画のすごいところなのぜ。主演は若き日の高峰秀子と、当時、ブギの女王として絶大な人気を誇った笠木静子さん。この二人のパワフルな歌声と笑顔が、まだ貧しかった日本国民に、明日を生きるための元気と希望を与えたんだ。まさに時代のスターって感じね。主題歌も有名なのかしら？もちろんだぜ。高峰さんが歌った主題歌の銀座カンカン娘は、なんとレコード売上が当時で50万枚を超える空前の大ヒット。まさに戦後復興期を象徴する一曲になったんだ。ちなみに、このカンカンっていう言葉は、当時の売春婦の俗称だったパンパンに対して、私たちはカンカンに怒ってるんだ、っていう、作り手の反骨精神が込められた造語だったらしいぜ。そしてもう一つ、この映画にはとんでもない価値があってな。昭和の大名人、
五代目古今亭新章師匠が落語を披露する。今となっては超貴重な映像が残されているんだ。ただ明るいだけじゃなくて、そんな深い意味や、すごいお宝映像まであったのね。奥が深いわ。歌と笑いで世の中を元気づけ、さらには貴重な文化遺産まで記録している。単なる娯楽作を超えた、日本映画史に残る一本なのぜ。第8位、カルメン故郷に帰る、1951年。第8位ね。ところでマリサ、今では当たり前だけど、日本で最初のカラー映画っていつ頃だったのかしら？良いところに気づいたな、レイム。まさに第8位のカルメン故郷に帰るこそが、1951年に公開された、記念すべき日本初の国産総天然色映画なんだぜ。この映画が日本初なの。じゃあ、それまでの映画は全部白黒だったのね。初めてスクリーンに色が映し出された時の、お客さんたちの驚きと感動って、きっとものすごかったでしょうね。歴史的な瞬間だったろうな。当時のカラーフィルムはたくさんの光が必要だったから、撮影のほとんどが太陽の下、浅間山のふもとで行われたんだ。だからこそ、スクリーンいっぱいに広がる空の青さや山の緑、そして高峰さんたちが着る真っ赤なドレスなんかが、観客の目に鮮やかに焼き付いたんだぜ。そんな映画史に残る作品で、高峰さんはどんな役を演じたの？これがまた強烈でな。東京でストリッパーになって、自分の裸踊りを最先端の芸術だと信じて疑わない、天真爛漫な主人公お金を演じたんだ。ふるさとに錦を飾るつもりで帰ってくるんだが、そのド派手な格好と突飛な行動で村中を大騒動に巻き込んでいく。高峰秀子のコメディエンヌとしての才能が爆発した、まさにハマり役だったのぜ。都会と田舎のカルチャーショックが目に浮かぶようだわ。面白そう。だろ？都会の新しい価値観と田舎の保守的な考え方がぶつかる様子を、カラッと笑い飛ばす風刺コメディなんだ。面白い裏話があってな、当時はまだカラー撮影が失敗するリスクがあったから、保険として、なんとすべてのシーンを白黒フィルムでも同時に撮影してたらしいぜ。二重に撮影してたなんて、それだけ大変な挑戦だったのね。日本映画の新しい時代の幕開けを告げる、本当に記念碑的な一本なんだわ。第7位、恍惚の人、1973年。第7位は、恍惚の人ね。なんだかタイトルからして、すごくインパクトがあるわね。その通りだぜ。この映画が公開された1973年当時、恍惚の人は流行語にもなるほど、日本社会に巨大な衝撃を与えたんだ。原作は有吉佐和子さんの大ベストセラー小説だ。流行語にまで、一体どんな内容だったの？今でこそ認知症という言葉は誰もが知っているが、当時はまだ一般的じゃなかったんだ。この映画は、まさにその、地方老人の介護という、誰もが目を背けがちだった深刻な問題を、初めて真正面から描いた作品なのぜ。そうだったのね。高峰さんは、その介護をする側の役を？その通りだ。仕事と家事に追われながら、日に日に認知症が進行していく義理のお父さんを介護する嫁明子という、想像を絶するほど過酷な役を演じきったんだ。そして、その義父を演じたのが、名優森重久彌さんだ。当時まだ60歳だったのに、84歳の老人になりきって、徘徊や失禁を繰り返す姿を、鬼気迫る演技で見せたんだぜ。あまりのリアルさに、観客は息を飲んだそうだ。聞いているだけで、その壮絶さが伝わってくるわ。特に印象的なシーンとかはあったの？例えば、義父が畳一面に排泄物をこすりつけてしまうという、ショッキングな場面があるんだ。監督はこのテーマをカラーで撮ると嘘っぽくなると考え、ドキュメンタリーのような生々しいリアリティを追求するために、あえて全編モノクロ撮影を選んだと言われているんだぜ。モノクロで、カラーの時代にあえて白黒を選ぶことで、それほどまでに、この問題の現実を伝えようとしたのね。ただの映画じゃなくて、社会を変えようとした一本だったんだわ。第6位、名もなく貧しく美しく、1961年。第6位は、なんだかタイトルからして心に響く作品ね。名もなく貧しく美しく、
そうなんだぜ。この松山善三監督が手掛けた1961年の作品は、高峰秀子さんにとって、そして日本映画史にとっても特別な一本なんだ。なぜなら、脚本と監督を手掛けたのが、彼女の講師にわたる最愛のパートナー、夫の松山善三監督だったからな。これが彼の記念すべき初監督作品なんだぜ。まあ、ご主人が監督を。じゃあ、高峰さんへの思いがたくさん詰まった作品なのね。どんな役柄だったの？ああ、高峰さんは、名優小林圭樹さんと共に、聴覚に障害を持つ夫婦という非常に難しい役を演じているんだ。だから、二人の会話はほとんどが手話で行われる。物語は戦の地の大変な時代が舞台で、貧しさや世間の無理解という厳しい現実に直面しながらも、夫婦の深い愛の力で懸命に生きていく姿を描いているんだ。言葉を交わさなくても、愛は伝わるってことね。なんだか、すごく純粋で、切ない物語なのね。その通りだぜ。特に、この映画を語る上で絶対に外せない、伝説的な名場面があるんだ。生活の苦しさから、思わず家を飛び出してしまった明子を、夫の道夫が列車で追いかける。でも、当時の列車は今と違って車両間の行き来ができない。そこで道夫は、貫通扉のない連結部分を挟んで、隣の車両にいる明子に向かって、窓越しに必死で手話で思いを伝えるんだ。一緒に帰ろうってな。声は届かなくても、その必死の思いがガラスを越えて伝わるこのシーンは、もう涙なしには見られないぜ。窓ガラス越しの手話、なんてロマンチックで、そしてなんて切ないシーンなのかしら。想像しただけで泣きそうだわ。だろ？まさに映画のタイトル通り、名もなく貧しくても、夫婦の愛と絆があれば、人はこんなにも美しく生きられるんだってことを教えてくれる、日本映画史に残る不朽の名作なんだぜ。第5位、放浪記、1962年。第5位は、放浪記ね。これは聞いたことがあるわ。作家の林芙美子さんの自伝的小説よね。その通り、監督は、浮雲でも高峰さんと組んだ名将成瀬幹雄だ。まさに日本映画界の最強タッグが、文学史に残る名作に挑んだ一本なんだぜ。最強タッグ、それは期待しちゃうわ。高峰さんは、文豪林芙美子をどう演じたのかしら？これが本当にすごいんだ。高峰さんはこの役を演じるにあたって、誰もが知る自らの美貌を完全に封印したんだ。常に猫背で、目つきは悪く、どこか世の中を拗ねたような雰囲気を全身から漂わせる。貧困のどん底で、ダメな男たちに振り回されながらも、したたかに生き抜く主人公文子になりきったその演技は、まさに鬼気迫るものがあったのぜ。美貌を封印、そこまで徹底した役作りをしたのね。女優としての覚悟を感じるわ。ああ、実はこの映画が作られる前年に、森光子さんの舞台版、放浪記が大評判になっていたんだ。だからこそ、映画で主演を務める高峰さんには、森さんへの強い対抗心があったんじゃないか、なんて言われてもいるんだぜ。彼女の有名な、花の命は短くて、苦しきことのみ多かりきという一節があるだろ？この映画は、まさにその言葉に象徴されるような、一人の女性の壮絶な人生を、一切ごまかすことなく描ききっているんだ。ただ美しいだけじゃない、人間の泥臭さや、生きることの執念みたいなものまで表現したのね。なんだか、女優高峰秀子の真髄を見た気がするわ。まさにその通りだぜ。役になりきるという言葉では足りない。魂そのものを役に宿らせたような圧巻の演技は、日本映画史に燦然と輝いているんだ。第4位、女が階段を上がるとき、1960年。第4位も、成瀬幹雄監督と高峰さんのコンビなのね。このコンビの作品は本当に傑作が多いのね。ああ、まさに黄金コンビだからな。今回紹介するのは1960年の女が階段を上がるとき、きらびやかな銀座の夜を舞台に、そこで生きる一人の女性の、孤独と、譲れないプライドを描いた傑作なんだ。タイトルがすごく印象的だわ。女が階段を上がるとき、一体どういう意味が込められているの？主人公の恵子が働くバーは、ビルの2階にあるんだ。彼女にとって、
その階段を登るという行為は、昼間の自分に別れを告げて、夜の女へと変身するための儀式のようなものなのさ。彼女自身のナレーションで、この階段を登る時が一番悲しいと語られるように、この行為そのものが、彼女の心の葛藤を象徴しているんだぜ。切ないわね。高峰さんは、そんな複雑な心境の女性を演じたのね。そうだ。亡くなった夫へのミサを守って、逆には体を売らないという矜持を胸に秘めながらも、自分の店を持ちたいという夢や、家族への仕送りという現実の間で心が引き裂かれていく。そんな女性の繊細な心理を、見事に演じきっているんだ。しかも驚くことに、この映画で恵子が着ている美しい着物の数々は、なんと高峰秀子さん自身がデザインを担当しているんだぜ。衣装デザインまで、女優としてだけじゃなくて、そんな才能もあったなんて、本当にすごい人だわ。だろ？そして、この映画を伝説にしているのが、あのラストシーンだ。散々男たちに裏切られ、傷ついたはずの恵子が、すべてを吹っ切ったかのように、またいつもの笑顔でバーの階段を登っていく。その姿は、見る者の心に強烈な印象と、言葉にできないほどの深い余韻を残すんだぜ。第3位、喜びも悲しみも幾年月、1957年。いよいよトップ3ね。第3位は、タイトルからして壮大な物語を感じさせるわ。喜びも悲しみも幾年月。ああ、これはもう単なる映画というより、一つの社会現象になった国民的映画と言っていいだろうな。木下圭介監督のオリジナル脚本で、若山明さんが歌った同名の主題歌とともに、日本中を感動の渦に巻き込んだんだ。社会現象にまで、それほどまでに、人々の心を掴んだのね。どんな物語なのかしら？ある東大森の夫婦の、なんと25年間にもわたる愛の歴史を描いた物語だ。昭和7年の結婚から始まり、北は北海道、南は九州の五島列島まで、日本中の偏僻な東大を転々としながら、二人の子供を育て、戦争という激動の時代を乗り越えていく。まさに家族の歴史と昭和史が重なり合う、壮大な一大記なのぜ。東大森の夫婦、なんだかロマンチックな響きだけど、実際はとても過酷な生活だったんでしょうね。その通りだ。そんな中でも、高峰さんが演じた妻清子は、夫の四郎さんを常に笑顔で献身的に支え、子供たちを育て上げるんだ。その姿は、まさに古き良き日本の理想の妻、理想の母として、当時の多くの人々の涙と共感を呼んだんだぜ。それに、この映画は日本全国15カ所以上の東大でロケをしていてな。日本の美しい風景がカラー映像で楽しめる、壮大なロードムービーでもあるんだ。美しい日本の風景と、美しい夫婦の愛、なんだか心が洗われるようだわ。クライマックスは本当に涙腺崩壊だぜ。成長した娘夫婦が外国へ旅立つ船を、これまで自分たちが守ってきた灯台の光で照らし、見送るんだ。25年という長い年月の、夫婦の喜びも悲しみも全てが詰まったあの光景は、日本映画史に永遠に刻まれる、屈指の感動シーンと言えるだろうな。第2位、浮雲、1955年。第2位は、浮雲。この作品は、なんだか別格っていうイメージがあるわ。日本映画のオールタイムベストみたいな企画で、いつも1位か2位に選ばれているもの。その通りだぜ、レイム。1955年に公開されたこの浮雲こそ、多くの評論家や映画ファンが日本映画史上最高傑作と呼ぶことをためらわない。まさに伝説の金字塔なんだ。やっぱり、原作は、さっきの放浪記と同じ林芙美子さんで、監督も成瀬幹雄さんなのよね。ああ、最高の夫人だ。物語は、戦時中の仏印、現在のベトナムで出会った妻子ある男富岡と、彼を愛してしまった女ユキコの、どうしようもない腐れ縁を描いている。日本に帰国しても妻と別れず、他の女にも平気で手を出す。そんな最低の男だと頭ではわかっているのに、ユキコはどうしても彼から離れられないんだ。聞いているだけで苦しくなるような関係ね。高峰さんは、そんな報われない愛に生きる女性を演じたのね。そうだ。そして、
その演技はまさにキャリアの頂点と絶賛された。愛と憎しみ、諦めと執着、その全てを内包したユキコの姿は、見る者の心をえぐるように揺さぶるんだ。そして、この映画を完璧なものにしているのが、富岡を演じた森正幸さんの存在だ。知的で魅力的、だけど信じられないほど女にだらしない。こんな男がいなければ、この物語は成立しないんだぜ。ダメな男だってわかっているのに、惹かれてしまう魅力があったのね。そういうことだな。この映画の凄さを物語る、有名な逸話がある。東京物語の巨匠小津安二郎監督が、この映画を見てこう言ったそうだ。俺には撮れない映画は、溝口監督の祇園の姉妹と、成瀬監督のこの浮雲だけだってな。まさに、天才が天才の仕事を認めた瞬間だぜ。小津監督にそこまで言わせたの。もう、これは理屈抜きに見なければいけない、本物の傑作なんだわ。第1位、二重詩の瞳、1954年。ついに第1位の発表ね。もう、この作品しかないって思ってたわ。二重詩の瞳。ああ、数ある高峰秀子さんの傑作の中でも、そして数ある日本映画の名作の中でも、燦然と輝き続ける不滅の金字塔。それがこの木下圭介監督作品、二重詩の瞳だ。1954年のキネマ旬報ベスト10では、黒澤明監督の七人の侍を抑えて、堂々の第一位に輝いたんだぜ。七人の侍を抑えて、それは本当にすごいことよ。まさしく日本映画の頂点に立った作品なのね。そういうことだ。高峰さんが演じたのは、小豆島に赴任してきた新任教師、大石先生だ。物語は、彼女が初めて受け持った12人の生徒たち、つまり24の瞳との心温まる交流から始まる。洋服を着て自転車に乗るハイカラな先生は、子供たちから小石先生って呼ばれて慕われるんだ。なんだか、すごく微笑ましい光景が目に浮かぶわ。でも、物語はそれだけじゃないのよね。ああ、やがて、貧困と戦争という時代の大きな波が、この穏やかな島にも容赦なく押し寄せてくる。純真だった24の瞳は、一人、また一人とその輝きを失っていくんだ。この映画がすごいのは、爆弾が落ちたりするような派手な戦闘シーンは一切ないことだ。ただ、美しい小豆島の風景と、子供たちが歌う無邪気な唱歌を背景にすることで、逆説的に、戦争がいかに人々のささやかな幸せを奪っていくかを、痛いほど見る者に突きつけてくるんだぜ。悲しいわね。大石先生も、すごく辛かったでしょうね。夫を戦争で亡くし、教え子たちの悲しい知らせを次々と受け取った大石先生は、いつしか涙もろい泣き味噌先生になってしまう。そして迎えるラストシーン。戦争を生き延びた教え子たちが、先生のために開いてくれた同窓会は、もう反則級に涙が止まらない。日本映画史上、これほど多くの人の涙を誘った場面は、他にないかもしれないな。喜びも、悲しみも、全部詰まっているのね。高峰秀子さんの代表作として、そして、私たちが絶対に忘れてはいけない物語として、永遠に語り継がれるべき作品なんだわ。総評またはまとめ。というわけで、今回は日本映画の至宝、伝説の大女優高峰秀子の魂を揺さぶる傑作ベスト10をお届けしてきたぜ。本当にすごかったわ。戦後の日本を明るく照らす太陽のような存在から、社会の矛盾と戦う強い女性、そしてどうしようもない男から離れられない悲しい女まで、本当に同じ人が演じているとは思えないほど、役の幅が広くて、そのどれもが心に突き刺さるのね。ああ、まさに百変化と呼ばれた女優だ。5歳でデビューしてから半世紀、彼女はただの一度も立ち止まることなく、日本映画そのものを体現し続けた。彼女の存在なくして、戦後の日本映画史は語れない、まさに巨星なのぜ。今回紹介された作品以外にも、きっとたくさんの名作があるんでしょうね。女優としてだけでなく、数々の名エッセイを残した文筆家としても、本当にすごい人だったのね。ああ、その通りだぜ。そこで、ぜひみんなに聞いてみたいんだぜ。あなたが一番心に残っている高峰秀子の映画は何かな？
私の都政日記をはじめとした、彼女の本を読んだことがある人も、ぜひコメント欄で熱い思いを教えてくれると嬉しいぜ。それじゃあ、今日の動画が面白いと感じてくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。最後まで見てくれて、本当にありがとうな。